他の分野とつながることによって革新的なほどにですねアイデアが生まれたりすることあると思うんですよね。博士課程の時にですね都市空間のですね評価のプログラムを書いたりしてたんですね。その頃私本郷キャンパスにいましたけれども縦割りで要するに他の分野の先生方とのつながりというのはほとんどなかったんですよね。で私は都市工学専攻というところにいて屋外空間の光とか熱のシミュレーションをやって都市の密度と環境との関係をですね定量的に分析しようとしてたんですね。私がいた時都市工学の中にそういう関連する専門の方は当然いらっしゃらなかったので光とか熱のシミュレーションをするためにはその専門の先生を探してお話を聞いてアドバイスをもらおうということでその時は指導教員の先生に相談をして、建築学専攻の中に松尾先生というその建築のですね熱環境の大家の先生がいましたのでその先生を訪問してですねアポイントを取ってシミュレーションのですね方法についてのいろいろご助言をいただいた。それからあとそれを実際に大型計算機センターでプログラムを書きたかったんですけどもじゃあそうすると今度画像処理の技術を少し勉強しなければいけなくてで結局それも探してその当時乃木坂にあった生産技術研究所にですねやっぱり画像処理の専門の先生がいたので掲示板で見たのかなその研究室がたまたまセミナーをやってでそのセミナーに参加させていただいてでその研究室と仲良くなってでそこのフルカラーのモニターですねその当時まだ 640×480 の RGB の表示をできるようなモニターってそんななかったんですよ。でそのモニターを僕が計算結果をそこの研究室に持って行ってモニターを表示してそれを部屋真っ暗にしてこのカメラで撮ってっていうねそういうことをやらせていただいたんですよ。東京大学って総合大学なので探せばそういう人はいらっしゃるんですよいろんな分野の方々が。でもその探す苦労が結構プロセスが大変でそれがもっとなんていうかな学生さんたちにとってアクセスしやすくなると僕はもっと格段に研究するんじゃないのかなって思ってるんですね。でウィングスはやっぱりそういう支援をしていく他の分野とつながることによって自分のその研究の方法っていうのが格段に進化していったりあるいは本当にその革新的なほどにですねアイデアが生まれたりすることあると思うんですよね。なのでぜひ学生さんたちにはですね東京大学の非常に幅広い専門分野のいろんなリソースをですね生かしていくチャンネルとしてこのウィングスを活用していただきたいなと